どうも皆さんこんにちは。安城株式会社の木野です。本日はこれからドローンを買ってみようかな、飛ばしてみたいなと思っている方向けにドローンのルールなどをざっくりとお伝えさせていただきたいと思います。ドローンの話題になると機体の登録手続きが必要なのかとか、どういうところであれば飛ばしていいのかとか、いろいろ気になることも多いかなと思います。最初にお伝えさせていただきたいのですが、この動画を見たらドローンのことを全て理解できるというわけではないので、この動画をきっかけにご自身でもしっかりルールのことなどを調べていただきますようお願いいたします。なお、弊社にドローンでの撮影のご依頼などいただく際には、概要欄に記載のホームページかメールの方からお問い合わせをお願いいたします。ではまず改めてドローンとは何なのかというところからなんですが、ドローンというのは無線で遠隔操作できる小型の無人航空機のことを指しています。カメラがついているもののことだけだと勘違いされている方もたまにいらっしゃるのですが、いわゆるラジコンや農薬散布用ヘリコプターなども該当します。で、ここで一つ重要になってくるのが機体の重量、重さについてです。電気屋さんやカメラ屋さんなんかでドローンのコーナーに行くと、よく 100g 以上とか 100g 未満に区分けされていたりすると思います。ドローンは国土交通省への機体登録が法律で義務付けられているのですが、実は 100g 未満のものは規制対象外となっており、登録が不要になっております。もちろん小さくなるほどに性能は下がってしまいますが、まずは手軽にドローンを始めてみたいという方には 100g 未満のものを購入いただくのがおすすめです。ちなみにこちらは DJI の Mavic 3 Cine というドローンになるのですが、重さは 899g になりますので、しっかり機体登録は行っております。操作技術ももちろん必要ですし、お値段も少し高めですが、本当に綺麗な映像が撮影できますので、本格的にドローンを始めてみたいという方におすすめです。機体登録については購入するお店でも教えてもらえると思いますが、VIPS2.0 という国土交通省のウェブサイトから行えますので、この動画の説明文にリンクを記載しておきます。では次に、許可や承認が下りない限りドローンを飛ばしてはいけない飛行場所と飛行方法についてです。まずは場所から。最初は空港の周辺や 150m 以上の空域です。そこでドローンを飛ばしてしまうと飛行機の安全に影響する恐れがあるためです。次に人口集中地区、人口密度の高い地域です。これは万が一ドローンが落下するようなことがあった場合のリスクが大変大きいためです。そして次に緊急用務空域です。これは常時どこか該当する場所が定まっているようなところではないのですが、警察・消防活動等の緊急用務が行われる際に指定される空域になります。人口集中地区についても緊急用務空域についても国土交通省のホームページから確認できますので、ドローンを飛ばす場合には必ず事前に確認するようにしましょう。では飛行方法についてです。場所に関わらずこれからお伝えする10個のルールは必ず守っていただく必要があります。1、アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと。2、飛行前に安全確認を行うこと。3、飛行機や他のドローンと衝突しないよう予防すること。4、他人に影響を及ぼす飛行をしないこと。5、日の出から日没までの間で飛行を行うこと。6、目視の範囲内でドローンと周囲の状況を監視しながら飛行すること。7、第三者に当たる人や物との間に 30m 以上の距離を保って飛行すること。8、多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。9、危険物を輸送しないこと。10、無人航空機から物を投下しないこと。以上になります。安全確保のためには当たり前のことだったりはするのですが、例えばまだ多少明るくても日が沈んで以降は飛行はしてはいけなかったりと厳密なルールだったりはしますので、必ずしっかり理解しておく必要があります。はい、以上で一旦ざっくりとルールなどをまとめさせていただきました。誤解のないようにお伝えさせていただきますが、
法律を守っていればどんな場所でも撮影していいというわけではありません。飛行する場所の所有者にあたる方や管理者にあたるような方にしっかり確認を取り、飛行内容の説明も行った上で安全第一でドローンを飛ばすようにしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは弊社で制作した映像や仕事の様子を撮影した動画、コンテンツ制作に役立つ知識などを発信しております。動画で取り上げてほしい内容のご希望などあればぜひコメントいただけると幸いです。またチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。